はい、皆さんこんにちは。今日は5月4日でゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、私は仕事は1日3時間ぐらいしながら、結構ゆっくり休んでおります。で、妹夫婦がうちに来てるので、ちょっと家が賑やかだったり、ゴールデンウィークなんでね、親戚の家に行ったりとか、友達が来てくれたりとかもしてるんだけど、ゆっくり、特に撮影系のね、仕事ができてないんだけど、今は部屋に一人なので、ポッドキャストを撮ってます。今月もね、すでにもう4日ですけど、頑張りたいなと思います。で、仕事について、ちょっと自分でも言語化したいなっていうものがあるので、今日それについて話そうかなと思うんだけど、私がちょこちょこ言われるのが、私いろんな仕事をしているんですね。日本語の先生もそうだけども、SNS の仕事をしているのと、あとは、全部 SNS 関連なんですけども、自分の SNS だけではなくって、いろんな方の SNS を、一部代行という形だったり、コンサルという形でやっているんだけど、その仕事について、アドバイスというか、いろいろ教えてくれたりとか、話を聞いてくれたりとか、いろんな仕事の相談をしたりとかする人も結構いるんだけど、で、私がいろんなことをやっているから、そのクライアントワークですね。要は人の SNS をやるのではなくって、そのリソースとか時間をすべて自分自身のものに当てた方がいいんじゃないって結構言われるんですね。で、すごいそれ自体は私でも嬉しいんですよ。そう言ってくれるのはね。で、私もその考えはすごく理解できるし、その通りだなって思う部分もたくさんあって、限られてる時間とリソースの中で選択と集中っていうのがビジネスを発展させるためには大事だなっていうふうに思うし、間違った方をね、間違ってはないかもしれないけど、より良い方がある。で、そこを集中して伸ばしていくっていうのが、長期的に考えると、それが一番いいと思うんですね。それは私もすごく理解できて、だから要は、クライアントワークをやめて自分の SNS や日本語教育だけに集中した方が私のため、私の事業のためだと思うっていうふうにビジネスの先輩とか、あとは友達からも言われますね。その友達はもう私よりすごい経営者の方とか。私、その度に、そうだなって思うし、その方向で行こうって思うんだけど、でも、クライアントさんはありがたいことにすごく増え続けているんですね。だからもちろん全部自分一人ではやってないし、今一緒に働いてくれてる方がどんどんそっちも増えてきてます。だから、クライアントワークを、捨てる、切るっていうね、選択肢がやっぱり自分の中ではそれはないなぁと。でもたまにやっぱ思うんですよ。大変な時とか、いろんな人とやり取りしていく中で、大変だなって思う部分もあるし、全部自分の発信とか、自分の事業であれば、自分で決められるから、楽な部分ではあるんだよね。それで、
そこでお金が生まれるんであれば、確かにそれは一番楽だと思うし、楽しいことだとは思うんだけど、じゃあなんでクライアントワークをやめないのかっていうと、理由としては求められているからだし、それが人のために、多くの人のためになっているっていうことを実感しているからなんだよね。で、クライアントワークをやめない理由、最初の方はやっぱり、怖いからっていうのがありましたね。クライアントワークも決して安定しているわけではないけど、もちろん急に契約終わっちゃったりとかもあるし、だからこそたくさんクライアントさんがいれば、2件とか2、3件たとえ終わったとしても、まだ何十件もあればね、安心じゃないですか。で、新しいクライアントさんも引き受けてっていう。そこの部分が怖かったんだよね。クライアントワークをやめてしまうと、全部自分のレッスンだったり、自分の発信で、そこも安定しているわけではないし、だから、本当は全てをね、全リソースかけて最大限やりたいんだけど、やっぱりそれは無理なので、私の選択としては、やっぱり両方やっていくっていうのが今のところは。だからどっちかをやめるっていうのもないし、自分がしんどいとか辛い仕事だったらそれはやめるんだけど、そうではないので、クライアントワーク今、本当にクライアントさんがいい人たちばっかりなので続けているんだけど、そんな中でもやっぱりお金をいただいているから、こっちもね、大変な時でも精一杯やらなきゃいけないし、例えば、ついこの間なんだけど、久しぶりにちょっと大変だなって思ったことがあって、ゴールデンウィーク入ったばっかりの時に、とあるお店のインスタグラムを私は一部やっているんだけど、そこのキャンペーンが始まるんだけど、なかなかゴールデンウィーク開始に合わせてそれが始まるんだけど、ちょっとね、いろいろあって、決めきれなかったんですよね。ほんと当日の朝、だから夜中までその LINE が動いていて、で、私のやる範囲は終わったというか、私はもうこれ以上やることがないっていう段階だったんだけど、それでもそういうマーケティング部門というところが動いていて夜中まで。でも私は下手にそこで何か引き受けるってこともできないし、でもそこが決まらないと、私がインスタで発信しなきゃいけないこともあったんだけど、それが結局何時になるかがわからなかったんですよね。もしかしたら早朝になるかもしれないし、それが当日、キャンペーン当日になっても、もしかしたら決まらなかったらどうしようっていう。で、そこがちょっと、なので夜中まで LINE を見てたんだけど、私も寝なきゃいけないし、その中にはね、徹夜して対応してる人もいて、それは私も見てたんだけど、だからじゃあ朝早く起きなきゃなと思って、そこまでするかっていう話ではあるんだけど、私の自分の範囲は終わってるっていうのはあるんだけど、でもやっぱりクライアントさんのためだし、そこは私の性格上ね、ここは私の範囲じゃないんでっていうことはできないから、だから朝早く起きて、で、最終的に、スケジュール通りに一部行かなかったんだけど、でもすごくいい形でキャンペーンも開始できて、今も進んでいるので、そこはやっぱり、これがクライアントワークの大変さでもあり、楽しさだなっていうふうに思いました。すごく感謝もしてくれたし、私もどんどんお客さんがね、登録が増えていく中で、嬉しいなっていうふうに思ったし、その中でもやっぱりいろんな人が絡んでるから、なんでここ遅いんだろうとか、もっと早くできたでしょうとかね、私も思う部分はあったりはするんだけど、それでもやっぱり楽しいなっていう、その SNS とかマーケティングっていうのは数字で見えて、そこがうまくいかなかったらね、それは改善していくっていう、また分析するっていう楽しさもあったりはするんだけども、だから
自分の事業だけだったら多分こんなに大きな喜びを、でも自分の事業もね、すごく喜びはいつも感じているんだけど、クライアントさんと一緒にクライアントさんの事業をやっていくっていう楽しさもやっぱりあるんですよね。会社員の時から私は広報をやっていて、広報って裏方なんでね、表に出る人ではないので、だからうまく PR、広報できた時はすごく嬉しかったし、なんかその会社員の感覚が残っていて、本当に怖いから一つのことに振り切れない、他のことを捨てられないっていうのもあるんだけども、今はいろんな人と一緒に仕事をしていく中で、喜んでくれるなら、正直私じゃなくてもいい部分なんですよ。やっぱクライアントワークって厳しいことを言うと誰でもいいんですよね。別に私じゃなくてもいいんですよ。いろいろ知ってるから、もちろん私担当してた人が一番いいっていうのはそうなんだけど、簡単に引き継げるし、絶対もっといい人いっぱいいるんだけど、それでもね、毎月毎月新しい、紹介とかがそんな何十件あるわけではないんだけど、数件ですけどね、私は個人でやってるので、なんかそこで最初はちょっと戸惑うというか迷うんですよね。引き受けなかったらそこのリソースが空いて自分の事業ができるっていうのはあるんだけどもっていう感じで、だから多分これからも言われるんですよ。なんでクライアントワークの方、時間で言うとクライアントワークの方がやっぱり時間で言うと取られてますね。自分の事業が二の次になってしまうっていうのは良くないなとは思うんだけど、優先順位っていうのをつけていくと、長期的に見て自分の発信とかそっちをやるべきなのに、クライアントさんがたくさんいるので、そこのスケジュール管理がね、私もやっぱり完璧にできてないっていう部分もあるから、そういう部分をしっかりやっていかなきゃいけないなと、もう本当に日々いろいろと改善をしながら計画を立てながらやっております。でも少しずつ成長しているのかなっていう実感もあるし、スムーズに前よりいってるんだろうなっていうのもあるので、ビジネスに対する考えなんだけど、やっぱり関わる人みんなが良いと思ってくれる方法で進めていきたいなと思ってるから、反面教師って言ったらちょっと失礼なんだけど、私の周りで社長さんとかそういうビジネスをしてる人、一緒に仕事をしていく中で、本人がいっぱいいっぱいなのもわかるし、全員が良しと思ってないようなやり方でやってる人もいるなっていうのが、私も気づいてない中でそうなってる部分はあるかもしれないんだけど、そういうところを私はちゃんと考えていきたいなと。みんなが気持ちよく一緒に働ける。で、クライアントさんにとっても、で、もちろん私とか私の家族にとってもね、誰もしんどくないようなやり方でやっていきたいなと。しんどくなるんであれば、その仕事はもうしないっていう方向で。だからこそ私自身もいっぱいいっぱいにならないように適度にゆるーくやっていく必要があるなとは思って、本当に仕事だけ、目の前のことだけを考えてると、いっぱいいっぱいになっちゃうし、全部やらなきゃとか、周りが見えなくなっちゃうんですよね。私も最初の方はそういう時があったかなと。クライアントさんとか、一緒に仕事をしてる人には迷惑はかけてなかったとは思うんだけど、家族とかにはちょっと私が忙しいあまりに良くない態度をとってしまったりとか、そんなにないとは思うんだけど、あったのかなと。だからそういうのはしたくないなとは思うので、反面教師にさせてもらってる人もいますね。
義理とかお世話になっているとか、ビジネスって本当にそういう考えはね、必要だなと思うんですよ。誰にもお世話になってる人に不義理をしてはいけないとか。でも私もそれすごく賛成なんだけど、よーく考えたら、こちらがお世話になった分はやるけど、それ以上はしんどいんだったらやんなくていいんじゃないのかなっていう。そこは私も無理してまで他人のためにやってしまうところはあるんだけど、でも結構冷静に考えてる部分もあるので、無理してまで義理を通さなくていいとは思います。やっぱり楽しくね、続けていくことが一番だと思うし、それは本当にそう思わせてくれるような人だったらいいんだけどね、この人のために、ちょっとしんどくても頑張りたいとか、そう思えないような価値の人もいると思うから、そこはやっぱりね、自分と自分の大切な人を一番大切にしていけたらいいんじゃないかなとは。なんか結構人を大切にするのは前提なんだけど、全員をね大切にしていくにはリソースは足りないので、私は今は一緒に働いてくれてる人とか、もちろんでも私のレッスン受けてくれてる方とか、私の SNS を見てくださってる方は、本当に大好きなんで、何でもしてあげたいなとは思ってしまうんだけど、最近もレッスン新しく申し込んでくれる方が、結構いますね。あんまり大々的に宣伝はしていないんだけど、インスタとか YouTube で来てくれるんでしょうね。そこをもう本当に世界中の人がね見てくださって、この出会いは本当奇跡だなって思うぐらい、本当にね素晴らしい方ばっかりなんですよね。いつも言うけど、私よりすごい方が私のレッスンを受けてくださってるんで、私も勉強になることばっかりで、本当に日本語力っていう部分しか優れてない。当たり前、私は日本人だからね、そもそも当たり前なんだけども、それ以外、もう人間力、スキルとかを含めて全て私より素晴らしい方ばっかりなんで、その分ちょっと緊張もするけど、私結構レッスンはね、毎回緊張してます。やっぱりちゃんと求められてることを提供しなきゃなっていう責任感もあるし、かといってつまらないレッスンはしたくないから楽しんでほしいなっていう。だからしっかり事前に準備をして、でももうね、事前準備にそんなに時間はかけないけども、もうたくさん自分の中で作ってきた教材があるので、それをちょこっとカスタマイズするだけでその人に合うレッスンができるんで、なんなら準備時間5分とかそれ以上かかる人もいるっちゃいるけど、でもやっぱりビジネス系が多いので、その業種とか職種によってちょっとはカスタマイズしないといけないので、そこはでも新しい方だとやっぱり1時間ぐらいは準備して、だからレッスン1時間、準備1時間、でもその次からはもう準備時間10分とかでできちゃったりするので、でもやっぱり何事においても責任感ですよね。だから今回話したかったのは、私の仕事についてね、クライアントワークをもうやらなくてもいいんじゃないかってアドバイスをしてくださる先輩たちがいて、本当にそれはねありがたいし、すごい好きなんですよ。でもその中ででも素直になることってすごい大事で、じゃあそう言われたからはいそうしますってね、それ自分より成果出してる人とかそういう人に言われたら、それは従うべきだとは思います。だから私もそのためにクライアントワークはなくしてはいないけど、やっぱり全部は取ってないんですよね。
そのアドバイスをもとにして、やっぱ自分の発信をもっともっと強化していくべきっていうアドバイスをいただいて、そこは、やりつつ、クライアントワークはじゃあやめるってわけではないけども、そこはいろんな人と協力しながらやっていくっていう。だからやっぱりアドバイスを素直に聞き入れて、それを実行していくっていうのが成長していくためには大事なんじゃないかなと思います。でもそのアドバイスを誰からもらうアドバイス全部聞くっていうのもまた違うかなと思って、この人の言うことはきっと正しい。ちゃんとね、その人柄とか成果とか、全て今までの関わりとか含めてね、今はね、YouTube とかいろんな人がすごい方が発信してるから、でもかといってそういうのを全部聞き入れて、実行することが正しいことではないと思うし、自分のことは自分が一番分かっているので、自己分析が一番大事で、あとは何回もいつも言うけど、長期的に考えて仕事をしていくっていうのが大事かなと思います。でもやっぱり仕事をいただけるっていうのは簡単なことではないから、そういうのは感謝しながら、皆さんも一緒に頑張っていきましょうということで、今日のポッドキャストは、これぐらいで終わりにしたいと思います。はい、それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。